大人のあなたが夢中で描けるアートクレヨン、グリーンファンディングでお申し込みくださいね。はい、こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？そうよかったね。柴崎もあなたのおかげでね、今日も元気に絵を描いてます。さて、今回のテーマはこちらですよ。はい。ね。もうお馴染みになりましたアートクレヨンです。このクレヨンを使ってね、今日はね、世界的な名画をね、描いてみたいと思います。さあ、アートクレヨンでね、どんな風に仕上がっていくかね、最後までゆっくりご覧くださいね。はい。では描いてみましょうね。今日使うのはペンテルのアートクレヨンですね。猫ちゃんのパッケージ、かわいいでしょ？中はこうなってます。1、2、3、4、5、6、7、8色ですね。はい。ではこれで塗ってみましょうね。まず描き始めるのはこの広い空の部分からです。ブルーのクレヨンを短く折ってね、それを横にして優しく塗ります。次にピンクですね。このように重ねましょう。はい。このアートクレヨンはね、とっても絵の具の伸びがいいんですね。でも白を混ぜるとね、なおさらこのようにね、スムーズに混色することができます。ほら、ね、綺麗でしょ？はい。では、今日描いてるこの絵ですけども、1857年にジャン・フランソワ・ミレー先生によって描かれた落ち穂拾いの模写です。はい。落ち穂拾いといってね、すぐに思い当たるでしょ？ね、とっても有名な絵ですもんね。はい。この落ち穂拾いは、場所どこかっていうとですね、これね、パリからね、離れた、バルビゾンっていうね、場所のフォンテンブローの森の外れの方にあるシャイー農場というところだそうです。随分広いところですね。はい。だから遠くの方、もうこんなにもブルーで表現しますね。はい。とても遠くで広いんですね、きっと。で、ここ黄色く色を重ねてきます。ここにね、小高い丘のような形がありますね。これは何だろうか。はい。こんなになってます。でも実はここもね、黄色い色をしてるんですね。これは麦がね、積み上げられたものですね。すごいですね。大豊作です。そして、今度はこれはね、この落ち穂拾いで有名な農夫の方を描いてます。実はこれがね、この絵の特徴なんですね。どんな特徴かというと構図にあります。通常絵は円形、中形、前形と描くんですけども、この落ち穂拾いは円形と前形で構成されています。さあ、前形の農夫の顔を今塗ってますよ。茶色ですね。そして黄色です。そしてグリーン、赤ですね。とっても暗い色をしてるんですね、お顔が。帽子もそうですね。そしてこの農夫のお顔は、頬骨もね、とっても高くて、ここですね。こうやって色をとってますけども、ちょっと男性のお顔のようにね、とてもしっかりした顔をしています。これを描いたミレー先生はね、ご自身も農家の生まれです。だから、多分ご自分もね、小さい頃農業のお手伝いしたかもわからないし、
少なくともこの農業に携わっている人の生活はよく知っていたものと思われます。そのミレイ先生は実は農民にならなくて、絵描きになろうと思ってですね、パリに出かけてきます。そして彼が目指したのは肖像画家ですね。徐々に、その画家としての実績を積み重ねてくるんですけども、実はその当時ね、ヨーロッパ中そうなんですけども、フランスも、そして彼の住んでいたパリもですね、非常に政情が不安定になって、パリにいることができなくなってくるんですね。そして、最初に言った通り、バルビゾンの地に今、住むとこを移すというふうになります。今、この貧しい農民の足元を描いています。この落ち穂拾いの、落ち穂を拾う人なんですけども、どうしてこういうものを描いたかっていうと、この貧しい人に富を分け与えるという風習がヨーロッパにあったんですね。そのためです。さあ、円形を今塗り始めましたよ。実はここにね、たくさんの人が描かれています。ご存知でしたか？ここにはね、麦を満載した馬車を引く、馬かな牛かななんか描かれてるんですね。また、見えないけど画面右の方には、馬にまたがる裕福な地主も描かれています。ということはですね、ここの画面の中には、豊作で潤う、裕福な農民たちと、手前に、耕す土地を持たない貧しい農民が対比的に描かれているんですね。そしてこの貧しい農民たちは、刈り残した、あるいは地面に落ちた落ち穂を拾い集めて日々の糧にするという題材です。これは先ほど言ったように、旧約聖書の中にある収穫物は自分で独占しないで貧しい人に分け与えなさいという教えの中から来た当時のヨーロッパの文化ですね。だから今手をぐっと伸ばしてね、その落ち穂をこの貧しい農民が拾っています。しかしどうでしょう。もしあなたがこの農民だとしたら、一日中こうやって落ち穂を拾ってどのくらいの収穫があるんでしょう。きっと苦しい体制ですよね。でもこのミレイ先生の書かれているこの農民の顔からその辛さや苦しさを伺い知ることはできません。ほとんど表情が描かれていないんですね。3人の農民のお顔、一番右の農民はね、立ち姿になっているんですけども、その農民も後ろの方から描かれているので表情がわかりません。でもね、この3人の農民のこの被っているものですね。ここにははっきりとした色と構成が伺えます。一番右の方は黄色い帽子、そして真ん中の方は赤い帽子、そして左のこの方は青い帽子ですね。作業着はほとんど無彩色の黒かグレーです。唯一この被っている帽子、これですね。はっきりとしたとても鮮やかな色に描いています。何かミレイ先生の気持ちがここに現れているようですよね。はい。ね、もうわずかだけの落ち穂。でもこの貧しい農民にとってはもうかけがえのないものなんですね。その収穫を得るために
一日中この苦しい体勢のまま今落ち葉を拾っているというわけです。この農民は白い上着を着ています。隣の方とはだいぶ違う上着ですね。ここにも3人の個性が表現されています。こうやってミレー先生は落ち葉拾いを描いたんですね。そしてこの作品はパリの画壇の中心観点、いわゆるサロン・ド・パリに出品されます。でもね、とっても評判が悪かったんですね。今の私たちが見るとね、どうしてこんなに素敵な絵がなんでこんな評判悪かったのと不思議にまた疑問に思いませんか？はい。さあ、真ん中のこの方はお帽子と同じように赤い腕差しをしていますね。こういうところもミレー先生の絵作りのうまいところですね。ほとんど黒ずくめの衣装の中に腕差しと頭巾だけが色がはっきりしているというわけですね。話を戻しますけども、この評判悪かった。その理由として挙げられるのは、当時のパリのサロン、いわゆるこのサロン・ド・パリなんですけど、ここにはですね、ほとんど上流と中流の人々が主なメンバーとしていたわけですね。だからその人たちが見ると、なんでこんな貧しい人をわざわざ絵の題材として、しかもこんな大きく画面の中に描くんだということで、非常に評判が悪かったんですね。また、この絵はですね、84センチ ×112 センチという結構大きな画面なんですね。これは当時はキャンバスが高い時代でしたので、こんな大きい画面は主に宗教画を描くのに使っていました。それをこんな農民をこんな宗教画と同じような大きな画面に描くなんてどういうことだというわけですね。また中には評論家の中にはですね、仮想民を描く運命の三女神だというふうにね、運命の三女神というのは、これはギリシャ神話であるモイラという神様ですね。モイラというのは割り当てるという意味で、寿命を割り当てる神様、紡ぐ神様、寿命を測る神様、そして寿命を切ってしまう神様ですね。そんな風な神様みたいなね、見えるじゃないか。これ変だよ、絶対。神様を描いた絵でもないのに、こんな大きな画面にこんなものを堂々と描くなんて、という評判ですね。でも、ミレーとしては、このシャイーの農場で落ち葉を拾いに来た貧しい農民を、やっぱりどうしても自分の興味を引く対象として無視できなかったんですね。ご自分がね、農民の出だから、なおさらだったんでしょうね。はい。さあ、その貧しい農民がね、今拾い集めた落ち葉を左手にしっかり握ってますよ。ここです。こんな風に落ち葉を描かれてますね。ミレー先生はこの落ち葉をね、金貨か何かのように光り輝くものとして描いてます。まさにこの農民にとっては金貨に勝る、もう大事な収穫物ですね。ここにはなんか大きな袋状のものが書いてあります。なんだろう。こぼれた麦の粒を拾い集めるのかな。はい。
こうしてとっても評判が悪かったんですけども、ねえ。でも、逆の意見もありまして。はい。こちらが、もう一人の農民の手ですね。大きい手です。決して指なんかは華奢に書いてはないですね。太くって、もう力強い手ですね。柴崎のうちも農家でしたから、私のお母さんも女性でありながらこんな手をしていました。ね、それをミレーは残さず描いています。ミレーの絵を見ると、ちょっとなんかね、農民のなんか精神的なものを叙情的に描いた絵かなと思われるかもしれませんけども、やっぱりそうではなくって、やっぱりミレーが農民の出だからこそ、もうあるがままを描いたんですね。もういわゆる写実画です。はい。それが証拠にね、ここ、前景の畑の一部なんですけども、正直ね、描いていてちょっと見つけました。この畑もね、大変も暗く描いてあるんですね。こんなふうに赤や黒ですね。黒使ったかどうかわかんないけど、柴崎8色のうちですから、グリーンとか赤とか黒をどんどん混ぜました。そのくらい暗く描いてあります。その中にね、この場所、ここから見えるこの辺りですね。石ころを描いてあるんですね。わざわざ石ころ描いてありました。これだけ見てもね、やっぱりミレー先生がね、やっぱりできるだけ本物っぽく描きたいっていう意欲の表れかなと思いますね。このバルビゾンはね、フランスの北部の方に比べればずっと豊かな土地だと思うんですけども、それでも畑の中にはこうやって小石が混じってるんですね。このようにね、当時の貧しい農民の生活をリアリズムで描いて、こんなとこもそうですね。この、落ち穂の、この麦の先なんですけど、こういうとこもね、よく見て描いてます。そしてね、ここね、本当に光ったように光を当ててるんですね。どんだけこの農民にとって、貧しい農民にとって、これが貴重なものかっていうことが分かるように書いてあります。はい。これが畑の刈り跡ですね。とても評判の悪かった、ミレー先生の落ち穂拾いなんですけども、でも反対にね、これを擁護する人たちも多かったんですね。それが、当時、古いね、権力を打ち倒して、新しい権力を得た下層民の人たちを代表する人々の声です。そしてその声を受けた、革新的な評論家の人たちが、これこそ農民を描いた絵だっていうことだったんですね。でもそれはミレー先生から見ると、意図したことかどうかはわかりません。さあ、落ち穂拾いを今書いてます。ね、指先にこんな方がきれいに書かれて出来上がりです。はい、書き上がりましたね。これです。大きいからね、見れるかな？見えた？もう一回。はい。このくらいかな？ね。ミレー先生の落ち穂拾いでしたね。面白かった？面白さきもね、楽しかったです。さて、今日これを描いたアートクレヨンですけども、申し込みがですね、この2月の29日で、締め切りとなります。まだ申し込んでなかったなというあなたはですね、この動画の概要欄にね、リンクを貼っておきますのでね、そちらからお申し込みくださいね。はい。ということで、今日はアートクレヨンを使って、ミレー先生の落ち穂拾いを模写してみました。またね、次回違うテーマ、
違う作品であなたとお会いしたいと思ってます。それまでお元気にね、お過ごしください。はい。どうもありがとう。ミレイ先生でしたよ。はい。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない、柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらにシバーツメンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんなシバーツのメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあいかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。